結果から何をやったのか、自信を持って生かすことできますよね。リスクが高いって何がする可能性が大いにありますよね。だから営業っていうスキルはどこの会社でも逆に応用が利く汎用性の高いスキルなんです。こんにちは、本日です。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今、僕、管理職という立場なんですけども、プレイヤー時代に得られた見えるスキルと違って、管理職になってから成長が目に見えず、将来のキャリアに不安を感じているんですね。で、管理職としてどんな力を身につけるべきなのか、これが転職市場でも評価されるものなのかというところをちょっとお話を聞かせていただけたらなと思いまして。見えるスキルなんだろうな、営業とかね、専門スキルみたいな。見えるスキルは見えるから落ち着きますけど、管理職って基本的にやっぱ見えるというよりかは、結果で評価されるウェイトが大きくなる話なんで、要は道中というかプロセスの中でこういうスキルがあったなみたいなのって感じにくいですよね。そうですよね。でもしょうがないですよ。しょうがないですね。そういうものだから。だからいつまでも見えるものばっかり追ってたら、結果、将来後悔しますね。なるほど。だからプレイヤーするときは多分営業成績とか売上額とかね、スキル習得とか目に見える成果が多いのかな。そういうのは自信とか安心につながりやすいものだけど、一方で管理職になると評価されるっていうのは数字、なんだろうな、プロセスじゃなくて結局結果、その結果どう出したか話で、自分のスキルを上げて自分で動いて自分で結果を出して評価されるんではなくて、自分が人を動かしてチームで最大の結果を出す、チームでの成果が結局この人をマネジメントできるねとか、そういうものなので、人を動かすっていうスキルに関しては見えにくいということですけど、自分は本来価値がありますし、僕からするとそもそも管理職になってこんな質問してるってことはまだレベル低なわけですよ。見習い管理職みたいなね。そのレベルでね、それは転職手段でも将来評価されますかとか、言ってること自体がちょっとダメでしょあんたと。そんな転職市場で評価されるかどうかなんか置いとけと。とりあえず一生懸命目の前とやりなさいと。じゃあ管理職としてどんな力を身につけるべきかをちゃんと考えて、学んでいきなさいっていうだけの話なんで、簡単に言うと、チームをマネジメントする力、人を育てるとかチームで成果を出すとか、多少でも部下を持ってくると意思決定とか、判断力、正解がないことがもっと増えるわけですよ。なるほど。例えばメンバー、本当に新入社員の時って、例えば何か物事が仕事で起こった時に、それってこうやればいいんだよって正解みたいなものが100分の95ぐらいあるとするじゃないですか。でも社長って正解があることが100分の1ぐらいになったりするわけですよ、イメージでね。だからその正解がわからない中で、そもそも正解を探すのを僕はやめてるんですけど、ベストなのはどれかっていう。リーダーになったら、例えば分かりやすく言うと、じゃあ50対50かもしれない。正解がないことが100分の50、2分の1だかもしれない。そしたらそこでのやっぱり意思決定とか判断力、曖昧な状況でも方向性をちゃんと示す力みたいなのが必要になってくるんですよね。あとはプレイヤーの時の問題解決能力とちょっと違って、要はチームで動くわけだから、下手したら対人トラブルとか、チームワークとか、そういうところで問題が発生した時の問題解決力とか、チームマネジメントに近いけど対話をする力とか、上司と部下としての対話力、戦略思考とか構造化スキル、いいよみんなで頑張ろうよって言ってるだけでも人が動かないんで、ちゃんと情報整理して戦術に落とし込むみたいな、ざっくり言うとこういうような感じのスキルをしっかりと磨いていかないと、プレイヤーの時ってこれ何も考えなくていいんですよ。だって別にチームマネジメントってプレイヤーだからマネジメントされる側だし、意思決定判断能力ってあんまない、あんまいらないですよ。あったとしても枠の範囲としては小さい。問題解決力とか対話力って言ってるけど、これは単純に営業としてどう売るかの能力が鍛えるけど、別に周りの人とうまくやるみたいなのは別にないし、情報を整理して戦術に落とし込むといらないわけですよ。自分が理解できないから。
なんでプレイヤーと全然違う能力が必要なんですけど、でもこれって思うんですけど、例えばその営業職って誰でもできるよねみたいなことを言うじゃないですか。それはそうですね。売れるか売れないか置いといて誰でもできる。でも例えば医者って誰でもなれないですよね。一生懸命勉強して試験を受けて、要は入り口が狭いから、なれる人少ないですよね。でも営業って入り口でかいから、誰でも一応スタートできる。その中で能力をちゃんと発揮して実績出すっていうのを一部の人しか結局いないわけですよね。でも営業って医者っていうのは病院でしか働けないけど、営業ってどの会社でもほとんどあるじゃないですか。何か物を売らなきゃいけないから。だから営業っていうスキルはどこの会社でも逆に応用が効く汎用性の高いスキルなんですよ。極端な話、マネジメント能力があると、マネージャーとして優秀だっていう人はどこでも必要なんですよ。それこそどこでも必ず集団で動くらしいです。その集団をまとめてとかうまく動かせて成果を出せる人っていうのは営業よりも汎用性があるんですよ。確かに考えたらそうですね。だから目に見えないスキルがすごく多いんですよね。実績でしかやっぱ言えないから。だけれどもそれで能力があるんだったら一つはどんな会社でも通用する。もしかしたら仕事だけじゃないです。プライベートでもめちゃめちゃ応用が効くスキル。そしてはっきり言ってもう年齢関係なくなりますよ。だって例えば逆の立場の時に僕が転職者の誰を取ろうかなって選ぶとするじゃないですか。プレイヤーとしてこれだけの実績を出してきました。45歳です。マネジメントできません。25歳、プレイヤーとして芽が出始めました。僕は25歳と言いますよ。マネジメントができない45歳は別にいらないですよ。はっきり言って。いらないって言ったら多いかもしれないけど、一人とやったら25歳ですよ。だって45歳の人実績あって、実績からできるねって判定されるけど、仮に50歳でもいいや。マネージャーでやったことないできないけど、プレイヤーとしてはこういう実績出してきましたけど、50歳をどっかのチームに入れなきゃいけないんですよ。でも、マネージャーがまだ40歳とか35歳とか可能性もあるんですよ。すごい年上で仕事の実績があって、扱いづらいですよ。いらない。この人がどんだけできようが、この人の一人のスキルで、の能力で会社の全体の売り上げが上がるんだったら、ちょっと考えるけど、それもそれで逆にリスクもあるわけです。この人やめたらどうするのみたいな。そういう人材を抱えることは組織づくりにおいて、リスク満載なわけですね。うまく動かすんだったらいいですよ。でも、もうそうやっていろいろ考えちゃうんですよ。だから年齢が高くてプレイヤーの能力が高いです。でもマネジメント力ないですっていう人はマジで扱いづらいですよ。だったら、その能力なくても、まだ足りなくても、必然的にやっぱり、じゃあ転職の時にって言うけど、逆の立場で見た時には、年齢が上がれば上がるほどマネジメント能力がない人はむしろちょっとリスクが高いって判断する可能性が大いにありますよね。だとしたら結局やっぱり個人プレーができる営業にしかないんですよ。一人でも売ってきて、一人での成果が評価されて、でしかいけないんですよ。いらないです、さっき。なるほど。それだけでも汎用性減っちゃうじゃないですか。確かに。思いますよね。だから管理職としては、先ほど言ったような人を動かすっていうことを基本に必要なスキル、磨いていって、で結果を出してマネージャーとして出しましたっていうのをお客さん振り返って結果から何をやったとか、どういう数字がその結果につながる因果関係の KPI みたいな数字をこうなったとか、そういうのをちゃんとこう実績を持って別に自分の自信にねして自分の実績にちゃんと整理しておけば、自信を持って生かすことできますよね。それだけです。いつも思うんですよ、こういう話してると。子育ても変わんないよと。仕事もプライベートも変わんないよと。だってある意味僕からしたらですよ、例えば管理職になっても人を育てるのとか人の面倒見るの嫌だから、俺はプレイヤーでいたいんだってことは、僕からしたらですよ、結局、いやいや子供とか別に好きじゃないから、結婚も別に興味ないし、子供を産みたいとも思ってないから、だから別に俺人生一人で生きていくんですよ。だからプレイヤーでいいんです。僕たちの似てるんですよ。なるほど。言い方悪く言えば自分のことしか考えてないし、別に興味ないわけですよね。でもそれって本当にいいんですかっていつも思うのは、個人の価値観を否定する理由はないけれども、おじいちゃんとかおばあちゃんって寂しくないみたいな。で、人間の器がでかくなってくると、自分のためにどのこのやるよりも、人のために何かやって役に立つことが嬉しくなってくるわけですよ。それが人間として成長するということだし、それを気づいたときに自分は一人なんですよ。伴侶もいなければ子供もいないと。
そんな寂しくないよ。後から気づいても後悔でもしますよと、だったらできるようにしておくんじゃない。確固たる一人で生き抜くっていう決意、何があってもと、絶対にそれ寂しいとか思いませんと、確固たる決意があればいいかもしれないけど、と思ってるぐらいの感じだったら、その選択肢自分でわざわざ消してるのって僕は思っちゃうので、あとはまあちょっと違い方すると別の話でも言ってますけど、いいんです、自分負けプレイヤーでずっとプレイヤーでいいんですと、あれじゃないですと。でも結局さっき言った50歳でプレイヤーとして優秀な人、25歳でプレイヤー、50歳のプレイヤーの人と25歳のプレイヤーの人で本当に使える時間圧倒的に違うから、体力違うし負けるんですよ普通は。その時は頭使っていないのかじゃない、頭使うっていうことはどういうことかっつったら、究極は集団を動かしていくっていう話になるわけです、だからね、マネージ管理職になって磨いていくっていうのは当たり前のことなんですよ、頭いいんだったらそんなことも分かんないのかっていつも思うんですよ、とにかく、管理職のキャリアと将来の不安というのは、逆に言うと目の前の形に見えるものしか信用できない、ただの知識のなさだけだみたいな思うので、僕はそういうのを自分なりに学んで整理して、専門的スキルが習得できない不安よりも、年をいった時にマネジメントができない不安もやばいよと、マネジメントスキルがないおじさんの方がやばいよと、僕は思うので。知りました。ありがとうございました。単なる成果ではなくて、組織をどう動かしていくかっていうところにちょっと着目して、これから管理職邁進していきたいと思いました。今日は管理職のキャリアと将来への不安みたいな話から、プレイヤー時代との違いと不安の正体は何なのか、管理職が磨くべき力、転職市場での価値と汎用性、そしてその本質的な問いかけと実績の可視化と自信の作り方と、そのようなことをお話しさせていただきました。少しでも気づきや学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。